皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方ご視聴いただきありがとうございます。前回はチャンバーのオーバーホールをしました。サイレンサーを分解してチャンバーを焼きました。汚れはねごっそり取れたのでね、性能的には良くなってるはずだと思ってたんですけども、実際エンジンかけてみたらあんま音が変わらなくて、やった意味あったのかなって正直思っていたんですけども、皆さんねコメントでねやった意味あったよっていう風にね慰めてくれる方が多かったので、やって良かったんじゃないかなと思ってます。コメントね一斉くださった方本当にありがとうございました。今回はですね外装電装系を車体に乗っけていきます。これでやっとですねバイクらしい形になっていくんじゃないかと思います。ただですね、その乗せるに関しても、電装系配線をやったりとか、外装系テールカウルの、FRP 保守だったりとか、まだまだやること結構あったので、その辺もね動画撮ってみました。このレストアシリーズセミコンプリートという形になりますので、今回も最後までお付き合いいただけたらと思います。それでは作業やってみましょう。はい、それではねこれからですねこの外装とあと電気周りですね、ここにあるもの全部をとりあえずね TZ で全部乗っけていきたいと思います。もういつまでもねこんなね骨バイク状態でずっといじっててかわいそうだと、もうちょっと悲しすぎるということでね、もう今日は全部外装あと電装品もねがっつりやっていきたいと思います。それじゃあね作業いきたいと思います。で最初なんですけど、まずこのタンクですね、燃料タンク、前々回ぐらいにね、オーバーホールしたというこのタンクですね、なんかクソ錆びてたんですけども、今じゃ綺麗になってます。バッチリですね。であとですね、このシートカウルですね、こいつねちょっと割れがまだあるんで、こいつはね補修しながら取り付けていきます。でこれ、某オークションでね、買いました、純正のテールランプですね、こいつとあとですね、中古でねヘッドライトがね売ってたので、このね中古のメッキ、車外ヘッドライトをつけていきます。で最後なんですけども、この細かいら辺ですね、まずこれがね水温計、めちゃくちゃツースト大事ですね。なんで水温計をまずこいつつけていくのと、まだちょっとね抵抗値とかね、見てないんですけども、イグニッションコイル、こいつもね新品にします。なんでこいつ交換するかというとね、イグニッションコイルねなんかねツーストの後ねなんか突然死してねいきなりエンジンかかんなくなるみたいなことがね結構あるみたいなんで、こいつはね、一応もう無条件で交換したいと思います。であとですね、グリップがなかったんでね、こいつもつけるような感じですね。はい、それではねまず最初にですねこの黒い塊、これイグニッションコイルなんだけどもね、まずこいつから取り外して交換していきたいと思います。よいしょ。はい、じゃあねイグニッションコイルにもこれ純正品取れました。せっかくなんでねちょっと抵抗値見ようか。まずこの純正のイグニッションコイル点検していきたいと思います。でねこいつまずプラグキャップが、まず見れるのと、あと1次コイルとあと2次コイル、3箇所ですね点検できるみたいなんで、軽くね見ていきたいと思います。まずねこいつプラグキャップのねこの抵抗値がね、4キロから6キロオームまでだったら OK だよっていうことですね。じゃあ見ていきます。すごい触れだね。11.4112 すごいね。要するにこんだけ触れてるとこれ多分もうダメだね。まずとりあえずプラグキャップはもうちょっとダメなとこまで来てたって感じですかね。一次コイルがここにプラス、ここにマイナスだね。で 0.6 から 0.8 キロオームだったらイグニッションコイル OK よっていう感じかな。ダメやんこれ。1.3 になってるんで、これもぼちぼちダメだったんだろうな。一次コイルはちょっとダメっぽいですね。で次が、二次コイルかな。二次コイルはね 5.7 から 8.5 キロオームだったら大丈夫って感じ。2次は大丈夫だね。でも1次とねあとプラグキャップもダメだからね、これ交換してよかったかもしれないね。こんな感じです。じゃあイグニッションコイル純正はねもうちょっとダメだったよってことなんで新しいの交換します。さっきね外装のセットの時もね一緒に紹介したんですけどもね、こいつ、この社外品のねイグニッションコイルと NGK 製のプラグキャップをつけていきたいと思います。よいしょ。はい、それではね次はねこのね水温計取り付けていきます。じゃあこいつね本体はねメーターのねこの辺につけようかなと思います。じゃあまずこいつこのね純正のね水温計、警告灯のねセンサーこいつからね外していきます。
はい、それではね、今水温計の方がとりあえずつきました。こんな感じですね。メーター全体するとこんな感じで、ちょっと今反射して見づらいけどね、こんな感じになりました。で次はね、ヘッドライト周りいきたいと思います。その前にね、やっぱタンクちょっと乗っけたいよね。タンク先に乗っけていきたいと思います。で今回なんですけども、燃料タンクね取り付ける際にね、このね燃料フィルターをね追加しました。以前ねサビサビで一応きれいにはしたんですけども、若干まだ多分残ってる可能性があるので、今回はねこれをつけていきます。はい、それじゃあね、ガソリンコックとねタンクつないで今ね乗っけてみたんですけども、なんか一気にねバイクらしくなったね。最初のね形に戻っただけなんだけども、なんか乗っかるだけで、ね、テンション上がるね。もうなんかバイクっぽい、いい感じで。次はねこの辺だね、ヘッドライト周りね、こいつらちょっとやっつけていきたいと思います。はい、それではね、まずねこのメーターヘッドライト周り、この配線をねちょっとやっつけていきたいと思います。もうねこれ見てるだけで嫌でしょ、配線。俺もねすげえ嫌いです。でね、ちょっとめんどくさいんだけどね、バックスピードメーターのね配線のねカプラーがこれ5ピンなんですね。これ4ピンなんですよ。でまさかのね、これ多分ね電子機違いなんですよね、このメーターね。このハネスに対してこのカプラーからこの配線を引っこ抜いて、ちょっと付け替えます。こいつに合うように。ではね、配線抜けたんですけども、今回メインはねメーターのイルミネーションを光らせたいんで、この水色とこの黒の配線をね移動させます。ここかな、こことここに水色と黒を移してあげればイルミネーション光るんじゃないかなと思いますのでね、移動させます。はい、じゃあねこんな感じでねつなげました。であとこっちがねインジケーターとタコですね。であとこれがウィンカーか、これがウィンカーの右、こっちがウィンカーの左かな、そんな感じ。あとこれがヘッドライトの配線だね。はい、それではね、じゃあねヘッドライトね、これまずステート本体つけていきたいと思います。本当はね純正品のねカウルがねこう前にあって、それがね欲しかったんだけどね、結構ね某オークションとか見ててもねいい値段するんです。なんでちょっと安上がりになりますけどね、今回ネイキッド仕様の、車外ヘッドライトになります。これつけていきますね。この接点復活をめちゃくちゃおすすめですね。カプラーとか配線にちょっとシュッとしてあげるだけでね、接触不良とかそういう不具合がね、減りますのでね、これはめちゃくちゃおすすめですよ。はい、それではねヘッドライト周りの方ね取り付け終わりました。どう、なんか一気にバイクっぽくなった感あるでしょ。これいいね、めっちゃテンション上がるな。フェイスねやっぱ大事だね。最初ねネイキッド仕様ねちょっとなと思ったんだけどね、なんかやっぱこうやって見るとね全然悪くないなっていう感じしてますね。で一応ねライト周りの確認なんですけども、まだね後ろテールランプの方ね全くやってないので、ウインカーのね兼ね合いもあるので、全部ね終わってからねフロントリアともにねウインカーヘッドライト、あとメーター周りですね、電装系確認していきたいと思います。それではねリア取り付けいきます。それではね次はねこのねテールランプ周りをね取り付けていきたいと思います。ただねちょっとねこれ難点がありまして、少し悲しいんですけども、純正のねテールランプのハーネスちょん切られちゃってるんですよね。なんでオスメスのねギボシでつないでいくような感じになると思うんですけど、あんまねちょっとねかっこよくないんですけど、しょうがないんでそれでいきます。純正だからあんまかっこよくないねこれ。よっしゃ、じゃあやっていこう。それではリア完成です。はい、それではね、フロントの、メーター、ヘッドライト、あとリアのテールランプ、ウィンカー一式電装系ですね、取り付けの方が終わったので、これから点灯確認の方をしていきたいと思います。まずですね、ヘッドライトバルブ、光ってると思うんですけども、見えてますね。これでちゃんと電気来てますね。ちょっと今アイドリング低いのなんですけども、上げてあげれば大丈夫ですね。光ってますね。でこれで右のウインカー大丈夫だね。で次は左か。左も OK だね。ついてるね、ちゃんとね。一応ヘッドライトも切り替えは見づれいけど、一応切り替えも、してるということで OK だね。OK。多分これでついたと思います。で次ウインカー右行きます。ウインカーの右、左ですね。で最後にストップランプか。
これがストップランプかな。両方ついてるね。 OK だね。じゃあこれでね電気周り OK ですね。でメーター周りなんですけども、昼間ね撮影したんですけどイルミネーション全くわからなかったので夜に撮影し直しました。こんな感じでね、インジケーター、タコメーター、スピードメーター全部ねちゃんと点灯してましたので大丈夫かと思います。はい、それではね電装系周り終わりました。で次はですね、いよいよこれです。テールカウルになります。こいつの補修をねしていきたいと思います。でね、何をね補修するかっていうとね、ここのね割れですね。こいつねばっくり割れちゃってるんですよ。ここがすごいでしょ。ここまで多分こけて割れちゃったんだと思うんだけども、でここはねちょっと FRP でね後ろからね貼って補修をしていきたいと思います。塗装はちょっと僕技術ないんでFRP 貼って、あとタッチアップでちょっと仕上げるような感じにします。どう？こんな感じでいいのかな。いや FRP 初めてだからさよくわかんないんだけど、これであと取材とね、硬化剤混ぜてね塗っていきたいと思います。こんな感じでいいのかな。これ塗って上から貼っていくような感じでいいのかな、とりあえず。はい、それではね今 FRP の補修がねざっと終わりました。こんな感じになりました。あと一応ねこっちも入れたんですけど、こんな感じですね。一言で言うとあれですね、素人がこんなことやるもんじゃねえって話ですねマジでクソむずかったわ。全然動画撮れないぐらい集中しちゃってて、でこのありさまですからね。いやほんとねこれをね補修してる職人さんたちマジすげえわ。作った人もこれすげえ。いやマジでいい勉強になりました。素人やるとねこうなりますね。もうエアもめっちゃ入ってるしね、なんか汚ねとりあえずね今回ねこれで固まると思うんでね、これでちょっと時間を置いてから取り付けやっていきたいと思います。はい、それではね今 FRP の作業が終わりました。で次なんですけども、その FRP がね硬化する間、このシートのね表皮の張り替えをねやっていきたいと思います。なんかねこの謎のねナイロン製のね生地が貼ってあるんで、こっちのね革の合成革の方にね交換していきたいと思います。じゃあねこいつ外してこいつ貼っていきます。こいつがねビャーって一瞬ね打ち込まれてるんで、こいつを外せばこの表皮取れるんで、まずこいつ全部取ります。このねタッカー部分をねこう入れてマイナス点を起こしてからベンチで引き抜くような作業をずっとやるような感じですね。だいぶだるいですねこれこれだるいな、めちゃくちゃある。それではねシートの表皮取れました。シートのねあんこ部分ですね、こんな感じですね。結構汚いですね。30年もんなんでしょうがないです。こんなもんですね。でなんか一回ね補修されてんのかな、これ外して。なんかこうやってステープ跡があるんで、もしかしたらここなんか欠けちゃってたのかもしれないですね。この上からね、表皮かぶしていきたいと思います。シートのあんこ部分にねビニールをかぶして、その上から表皮を貼るとシートの表皮のね馴染みが良くなるのと、あとなんか防水機能もねあるみたいなんですよね。じゃあ貼っていきたいと思います。表面のっけるとこんな感じで、裏がね結構引っ張るような感じかな。だいぶね短く見えるけど、はい、それではねシートの方が貼り終わりました。どうですか、これ表面めっちゃ綺麗になったでしょ。でこれねシートねやっぱね綺麗になるとね全然印象変わるんでね、良かったと思いますね。さっきね FRP でね補修した、テールカウルとあとこのシートですね、こいつを取り付けていきます。でこれで一応とりあえずねざっと、TZR レストアが終わりになります。細かいところがちょこちょこ残ってるんで、そこに関しては、これからちょっとずつ作業していくような感じになると思うんですけども、一応レストアはねこれでおしまいですね。はい、でこのね FRP 製のね遮害性シートカウルなんですけどもね、これねめちゃくちゃね状態良くなかったっすね。っていうのが、作り自体はしっかりしてたんですけども、チリがね全く合わない。本当に取り付けるのにめちゃくちゃ苦労しました。なんでねやっぱ純正が一番ですね。今回はねなんとかつけましたけど、だいぶ無理っくりで取り付けしました。
はい、それではね、外装、電装ともに全て乗っけまして、これでレストアの方セミコンプリートという形になりました。ただですね、まだ調整しなきゃいけない場所だったりとか、確認しなきゃいけない場所、あとナンバーのね、取得もしてないので、次回以降ですね、それら含めて、あと今回の TZR レストアでね、いくらかかったとか、金額の方もね、皆さんとシェアしていきたいなと思っています。まだまだね見ていかなきゃいけない場所、気にしていかなきゃいけない場所もありますので、しっかりね完全復活までね見届けていただけたら嬉しく思います。時代に逆行したこのバイクのレストア修理をですね応援してもいいよって方いましたら、チャンネル登録もしくは高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。